はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではトイストーリーホテルをご紹介してきました。非常にもちもちしています。今回は海外です。今回の動画最後まで見ていただきますと、海外撮影ベトナムホーチミン最終編、ベトナムのディズニーランドスイティエン公園、ベトナム料理専門店での食事、こちらが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日のパンツはこちら。こんにちは。私は現在ベトナムホーチミンに来ております。ホーチミン滞在3日目。今日はこれからベトナムの遊園地スイティエン公園に行きます。そしてベトナム料理専門店、こちらのレストランに行こうと思っております。非常に楽しみ。早速まずは遊園地に向かいたいと思います。ホテルの1階にやってきました。私が今泊まってるのは地上81階建てのホテルランドマーク81です。その62階に泊まっております。スイティエン公園まではバイクタクシー、バイクのお兄さんの後ろに乗ってかっ飛ばしていただこうと思います。英断ですね。こちらのバイクのお兄さんに乗ります。スイティエン公園までの住所を見せて Google 検索をしていただいているようです。無事に出発しました。ホテルからスイティエン公園まで約30分のバイクの旅です。ついこの1日前、メコン川までバイクで2時間かけて行ったので、バイクタクシーだいぶ慣れました。成長ですね。今目の前に見えている大きな建物、こちらが私が泊まっているホテルランドマーク81です。ベトナムで最高層のビルです。こちらの川がサイゴン川です。先ほどお部屋の窓から見えていた川です。私が乗ったバイクのお兄さん、どんどんとかっ飛ばしてくれます。非常に爽快です。爽快爽快。目的地のスイティエン公園が見えてきました。こちらが看板のようですね。スイティエンと書いてあります。Thank you. Thank you. スイティエン公園に到着しました。本日は平日だからでしょうか、とても空いています。それでは早速チケットを買いましょう。ついでに園内の地図ももらいたいと思います。係の方にこのまま Google 翻訳の画面を見せましょう。チケット売り場は反対側のようです。こちらがスイティエン公園の入り口。少し不気味ですね。チケット売り場に到着しました。早速チケットを買いましょう。Xin chào. Okay. Thank you. 無事に購入することができました。お値段は15万ドン、約750円です。ということで早速入園していきましょう。緊張しますね。 Hello, xin chào. Thank you. 無事に入園することができました。ベトナムのスイティエン公園、半日楽しんでいきたいと思います。園内を楽に移動できるタクシーがあるみたいなので、まずはそのタクシー乗り場を探したいと思います。入り口を見回したところ、お客さんは私だけのようです。貸し切りですね。インフォメーションのお姉さんに聞いてみます。うち。OK. Xin chào. Thank you. お姉さんにタクシーの場所を教えていただきました。この道をまっすぐ行ったところがタクシー乗り場のようです。
見えてきました。車両が止まってますね。あちらがタクシー乗り場のようです。他にもお客さんを見つけまして、少し安心です。タクシーの受付のお姉さんに1台手配していただくように頼みました。Vehicle starts from 5 people. I see. そう。受付の方によりますと、こちらのタクシーに乗るには最低5人が必要なようです。私はもちろん今1人なので、5人分払うので乗せてほしいと交渉することにしました。ちなみに1人200円なので5人分貸し切っても1000円です。早速交渉しに行きましょう。しんちゃん。これ、OK?別の先輩スタッフに相談するようですね。少し待っていると先輩のスタッフがやってきました。ハロー。OK? OK? Fine, thank you. Thank you. こちらが手配いただきましたタクシーです。こちらに一人で乗らせていただきます。ちなみに園内のどこまで連れて行かれるのかよく分かっておりません。あちらが運転手のお姉さんです。はい、Thank you. 無事にタクシーが出発しました。目的地不明のタクシーの旅の始まりです。身内のスタッフにもクラクションを鳴らすんですね。あ、ここ OK? No. ここで降りたいと伝えたんですがダメだと言われてしまいました。どこで降ろしてくれるんでしょうか。Stop here. OK. OK, thank you. なんだかよくわかりませんでしたがこちらが目的地のようです。え？あ、クロコダイル。あ、Thank you. 水天公園の名物ワニ園の前で降ろしていただいたようです。到着しました。こちらがワニ園クロコダイルキングダムです。早速中に入りましょう。中に入るのにはチケットが必要です。チケット please. チケットは1枚30万ドン、日本円で約150円です。水天公園の中のアトラクション、利用するには都度チケットの購入が必要です。Thank you. こちらがワニ園の入り口。早速入りましょう。Xin chào. Đến nay, vương quốc chúng tôi được hình thành bí nghi trên một lãnh địa rộng lớn với hơn 50.000 thước vuông. 中に入った瞬間、ワニがこんにちは。いきなりワニ。略してイキワニ。向こう側にもたくさんのワニがいらっしゃいます。こんなに大量のワニを見たのは人生初めてです。ワニ園の道はずっと奥の方まで続いています。とても広いですね。動いてるワニを見つけました。強そうですね。一方こちらは止まってる人たち。微動だにしないワニです。しかも口が開けっぱなし。ご覧の通り、めちゃくちゃたくさんのワニがいらっしゃいます。もしこの中に落ちたら、人生おしまいける。絶対落ちたくないですね。無防備の飼育員さんがやってきました。ワニを水の中に追い込んでるようですね。
それでは続きまして、ワニに餌をあげられる場所があるので、そちらに行ってみましょう。到着しました。こちらがワニへの餌やりコーナー。ワニ釣りですね。お肉を一つ買ってワニにあげることができるようです。ワニがお肉を食べる瞬間、これを一人で撮影するのは非常に難しいので、係の人にやってもらえないか交渉することにしました。ビデオを撮りたいので代わりに餌をあげてくれませんか。こちらの画面を係の人に見せたいと思います。英断ですね。 Hello. Is it okay? 交渉成立。やっていただけることになりました。これはあ、come on. Thank you. Okay, okay. Oh. Oh, no. Okay, thank you. ワニ園は以上です。ワニ園の隣にお猿さんがいました。Để lên kia đó. Ba nhắc giả quá à. Để lên. Hai con kia nó họ đi à. Họ đẹp chịu á. Không thấy đâu. Tay nó không nhận đâu. めちゃくちゃお魚がいますね。こちらはドクターフィッシュ。足を突っ込んでお肌の角質を取っていただくお魚です。じゃあ。Chocolate, strawberry. あ、ストロベリー。Thank you. アイスを食べながら小休止。ストロベリーアイスです。こちらのアイスどんどん溶けていきます。ちなみにこちらの水天公園、ゲストはほとんどいらっしゃいません。ほぼ貸し切り状態です。続いてやってきたのはこちら、ケーブルカーです。こちらに乗って先ほどのワニ園の上空一周回ることができるようです。早速ケーブルカーに乗りましょう。若いお兄さんが案内してくれます。はい。Thank you. こちらがケーブルカーの中です。窓ガラスは日々入り放題。ちょっと心配ですね。ようやく動き出しました。わかりますでしょうか。こちらのケーブルカー少し斜めになっています。大変心配です。一人でベトナムホーチミンの遊園地に来たんです。今は一人でケーブルカーとても不安定でガラス日々向こうにはさっきワニの餌をやってくれた係の人。シマウマは動かないが蝶は動く。あれはかなり高いジェットコースター。どうする乗る乗らない。蜂の顔がとても素敵。どっかで見たような気がするよ。あれは先ほど転んじゃったお兄さん。実は私も転んだよ。Thank you. Thank you. ということで無事に帰ってくることができました。それでは続きまして、ケーブルカーから見えていたあの乗り物。そうです。こちらのジェットコースターに乗りたいと思います。英断ですね。cùng với Phương và các hoạt động nghệ thuật giải trí hấp dẫn. Họ
霞。ジェットコースターのチケットを買おうと思ったんですが、お客さんの人数が足りないので、まだ買えないようです。OK。ということで今はジェットコースターの乗り場、その近くのベンチに腰掛けております。このまま人が来なければ、私ジェットコースターに乗ることができません。悲しいですね。人数が揃いまして、チケットを買うことができました。OK。係のお姉さんにジェットコースターに乗ってる間、スマホで撮影して良いかを聞きました。乗車中の撮影 OK のようです。ジェットコースターの乗り場に到着です。すぐ乗れると思いきや、私がこれから乗るジェットコースター、目の前で整備が始まりました。人生初めての体験です。そしてこの体験が人生の最後かもしれません。ハロー。ジェットコースターに案内いただきました。大丈夫なんでしょうか。OK。ジェットコースターの先頭に案内いただきました。シートベルトもしまして、これで準備完了です。非常に緊張しますね。ジェットコースターではまだ工事が行われています。そしてようやく他のお客さんも来ました。無事にジェットコースターから帰ってくることができました。スマホを落とさないか非常に心配でしたが、なんとか持ちこたえることができました。もし落としていたら、ベトナム旅行中に撮った動画データ、すべておさらばです。何やら光ってますね。続いてやってきたのはこちら。どこかで見たことのあるような光景。地球儀です。そしてその地球儀のオブジェに大仏様が乗っています。こちらの地球儀、ディズニーシーのアクアスフィアにそっくりですね。水が出たり回転したりはしませんが、大きさや色合いが非常によく似ています。舞浜が恋しくなりますね。ちなみにこちらの水ティエン公園、園内にはプールも完備。ジェットコースターなどのアトラクション、ワニ、そしてプールに至るまで幅広いですね。私は今日水着を持ってきてないので、外から眺めるだけ。最後にやってきたのはこちら、スノーキャッスルです。ベトナムの炎天下。今日ずっと歩き回って暑いので、こちらで体を冷やしたいと思います。それでは早速中に入りましょう。Thank you。
中に入ったら一旦靴を預けるようです。そして雪国用の靴に履き替えます。おはい。靴を受け取りました。それでは早速雪国へ入りましょう。こちらの中めちゃくちゃ寒いです。氷点下、何度か分かりませんが氷点下。お中はご覧の通り坂ができています。こちらの坂を使ってソリを楽しめるようです。お客さんは私だけ。早速やってみましょう。ちなみにこちらの空間、私と係のお兄さんしかいません。ちょっと気まずいですね。こちらの階段を上がりまして頂上に向かいます。頂上に到着しました。それでは早速滑っていきたいと思います。ソリタイム。ということで満足しましたので、この辺で水天公園とおさらばです。それではこのまま夕食を食べに行きたいと思います。今日が最後のベトナムでの夕食なので、ベトナム料理専門店に行きたいと思います。お店まではまたタクシーで向かいましょう。Hai ta hai phải Tôn Đức Thắng. Đây đúng không? Đây. Cái đời coi đi mẹ tao đánh bắt giá đi ông, nếu đã đáp thì tôi bắt. Ông chạy theo mày biết. OK OK。なんだかよく分かりませんでしたが、無事にタクシーに乗ることができました。それではベトナム料理の専門店に向かいましょう。到着しました。こちらが本日の夕食会場です。クックガックパーティー。ブラッド・ピット、アンジェリーナ・ジョリー、お二人が訪れたこともあるレストランです。それでは早速中に入りましょう。OK Thank you。お席は2階のようです。席に案内いただきました。目の前に置かれているのはメニューです。ネットに書かれていたおすすめメニュー、これを一通り注文することにしました。店内非常に混み合っております。お飲み物の登場です。こちらはベトナムチェリーという名前のお飲み物です。クランベリージュース的なのを想像していましたが、想像と違うのが出てきましたね。それでは氷に注いでいきます。さらにこの中にお好みで蜂蜜、そしてシロップを投入していきます。入れ終えたら混ぜる。混ぜタイム。混ざりました。こちらのベトナムチェリーのドリンク、爽やかな葉っぱのジュースという感じです。非常に酸味がありますね。ちなみにあちらの写真にいらっしゃる方がホーチミンさんです。お料理の登場です。全部で合計4品頼みました。すべてベトナムの伝統料理です。まずはこちら、生春巻きです。非常に美味しそうな見た目ですね。こちらの生春巻き、エビなどの具材がたっぷりと入ってまして、さすがは本場の味という感じでした。こちらの春巻きから飛び出ている葉っぱ、こちらがかなり独特の香り。私はあまり好みではなかったので、全て抜き去って食べました。非常に食べ応えのある春巻きです。
今度はこちら、揚げ春巻きです。こちらの揚げ春巻きはサクサク。先ほどの春巻きより少し小ぶりのサイズで、食べやすいサイズ。こちらも香ばしくて大変美味しかったです。先ほどのベトナムドリンクを飲んじゃったので、追加でお飲み物を注文しました。注文したのはコカ・コーラです。こぼしました。ちなみにこちらのコーラのグラス、形が斜めになっています。おしゃれな形ですが、飲みにくかったです。3品目はこちら、揚げ豆腐です。かなり茶色ですね。こちらの揚げ豆腐、中の豆腐が大変柔らかいです。豆腐というよりも、ムースみたいな食感です。味は控えめ。上に乗っている茶色いやつは、おかかみたいな感じ。日本にはない揚げ豆腐で非常に美味しい。そして最後はこちら、ソフトシェルクラブです。お皿にたっぷり入ったソフトシェルクラブ。フライにされちゃってますね。こちらのソフトシェルクラブ、注文した4品の中で一番美味しかったです。超サクサクな食感。風味はニンニク風味です。サイズも大きくて食べ応え十分。今まで食べたソフトシェルクラブで一番美味しいソフトシェルクラブでした。ぜひあなたもベトナムに行ったら食べてみてください。はい、ということで今回はベトナムホーチミンの遊園地、スイティエン公園、そしてベトナム専門店でのお食事、こちらをご紹介してきました。5つの動画にわたってご紹介してきたベトナム旅行、今回の動画で完結です。初めてのベトナムでドキドキしましたが、非常にいい旅の思い出となりました。あなたもぜひ機会がありましたら、ベトナムのホーチミン行ってみてください。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見てよかった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いいたします。またね。ご視聴サンキューありがとうシェイシェイ。 YouTube メンバーシップを始めました。ぜひ概要欄からご確認ください。その他サブチャンネル、もっともっとボビーマイハマー、音声配信ボビーのレディオ、ボビーのノート、ボビーのオンラインショップ、これらも載せておりますので、ぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。